こんにちは、トバログです。今回はですね、なんと手話からこの度 YouTube 撮影などで使えるワイヤレスマイクが届きました。これはね、めちゃくちゃいいですね。このサイズ感で、しかもこれパカッと開けると2つね、マイクが備わってるんですよ。このワイヤレスイヤホンぐらいのサイズながら、なんとね、スマートフォンと直接接続をして音声をね、収録できるっていうのがめちゃくちゃいいなと思うので、今回はね、この手話のマイクについて、ここがめちゃくちゃいいなっていうところと、ここはちょっと残念だなっていうところをしっかりね、レビューしていこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、改めてこちらが今回紹介していく手話のムーブマイクです。今回はね、このピンマイク的なこの、ね、マイクだけじゃなくて、カメラと接続して使うためのレシーバーもセットになったモデルをお送りしてもらっています。これめちゃくちゃ楽しみですね。手話っていうと結構知ってる人も多いと思うんですけど、アメリカのね、80年以上の歴史を持つ老舗オーディオメーカーなんですよ。結構 YouTuber でもコンデンサーマイクとかダイナミックマイクとかね、割と使ってる人周りにも多いんですけど、そんな手話がね、この YouTube 撮影とかインタビュー撮影 Vlog でも使えるようなコンパクトなこのマイクシステムを展開してくれたっていうのがめちゃくちゃ嬉しいですね。手話のマイクでいうと、もともとトバログは iPhone にね、直接装着するタイプの MV88 っていうものを使ってたんですけど、Vlog を撮る時とか、あと持ち歩く時、こうやってインタビューを撮影する時とかはね、やっぱり胸元につけるタイプがいい感じなので、これがね、使えるっていうのがありがたいですね。見た感じめっちゃコンパクトそうじゃないですか。なんかこのピンマイクの先っちょにこのトランスミッターがついてるような感じなので、これは本当に楽しみです。余談はこのぐらいにして早速開封していきます。楽しみだな。どんな感じで入ってるのかっていう、この開封もね、ワクワクしますよね。よいしょ。こんな感じで、これ自体が結構頑丈なネオプレーン製でできていて、この中に本体が入ってるのかな。よいしょ。くるくるくるっと、いろいろ。これですかね。本体ちっちゃこれちっちゃ。これワイヤレスイヤホンぐらいのサイズ感なんですけど、この中にそうだ、これも充電できるケースになっていて、この中にマイクが入ってるって感じですね。パカッと開けると、めっちゃなんかコンパクトなんだけど、これいいな。色はできればね、白とか展開してほしいんですけど、すごい軽っ。こんな感じでクリップがついていて、めちゃ軽い本体に、これがマイクが多分この辺とかについていて、このままもう喋るだけで音声が取れるって感じですね。すごいわ。ディスプレイとかがついてるわけじゃなくて、本当にね、シンプルな形状ではあるんですけど、これを電源を入れて胸元につければすぐにね、音が取れるっていう。充電ケースも軽っ。これすごいな。この本体のサイズ感だけでいうと、僕がね、普段使っているビーツのね、ワイヤレスイヤホンがこんなもんなので、結構同じぐらいのサイズ感と言っても過言ではないぐらいのね、コンパクトさと軽さですね。で、最近よく使っているこの DJI の DJI マイク2のこのケースと比べても2倍以上の体積の差があります。これはいいな。しかもこれ開けて、この状態で例えばね、これが自動的にスマートフォンとペアリングして、これだけで持ち歩いて使えるっていうのがすごいですね。このコンパクトさめちゃくちゃいいかも。普段僕が使ってるマイクでいうと DJI マイク2が大体ね、サイズ感は近いんですけど、こんな感じで、ちょっと前に使ってたワイヤレス GO2 とかになるとね、結構大きめなので、割とね、胸元に装着するには結構大きいので、いつもピンマイクを使ってるんですね。こういうピンマイクを別で装着して、これをね、トランスミッターとして使っているわけなんですけども、このぐらいのサイズ感だったらあんまり目立たない状態で服のね、内側とかにこうクリップできるので、このサイズ感は結構インタビューとかに熱いかもですね。ちょっと軽さがね、際立つので重さ測ってみます。8g ですね。軽っ。DJI マイク2が 28g、 ワイヤレス GO2 が 31g なので、本当にこの手話のマイクの軽さが際立ちますね。しかもこれスマートフォンと接続すれば単体で使えるっていうのも熱いポイントだな。
本当にピンマイクの先っちょとそんなに変わらないようなものがコードレスで使えるっていうところで、後で音質とかその遅延とか、どんな感じで接続切れにくいのとかそういうのをね試してみようと思います。それがね2つ備わっていて、てかこのケースに入った状態でもめっちゃ軽いんだけど、100g 切ってる。本当にワイヤレスイヤホンと同じぐらいの感覚ですね。一応スペックに関しても見てみるとこんな感じですね。重さはさっき言った通り 100g を切る感じで、これね一つだけ単体で iPhone とか、Bluetooth でスマートフォンなりいろいろなデバイスと接続して使うことができて、連続使用だと8時間持つそうです。結構持ちますよね。でこれ自体がね充電ケースになっているんですけど、充電ケースで最大ね2回までフル充電することができるので、最大一応24時間使えるっていう風に謳っています。8時間使って充電して8時間使ってっていう繰り返しですね。で結構嬉しい点で言うと、これ自体にね IPX4 相当の防滴性能が備わってるんですよ。なので夏場ちょっとね汗かいてる時とか、若干雨が降ってる、軽い雨が降ってるぐらいの時だったら問題なく使える感じなので、そういうねちょっとアウトドア要素があるようなところでも、収録しやすいっていうのが嬉しいポイントですね。で若干ねスペック的に気になる点で言うと、収録できるのがね24ビットまでで32ビットフロートには対応してないんですね。DJI Mic 2とかはこの中にストレージが入っているので、この中に収録すると、32ビットフロートでね収録できるっていう感じなんですけど、手話のマイクに関してはこれ単体で録音するっていうよりかは、スマートフォンとか別のデバイスと接続してそこで収録するっていう形なので、自然とね24ビットでの収録となるイメージですかね。この辺は最近のトレンドで言うとやっぱ32ビットフロートっていうのに対応しているものがすごい増えているので、ここねできれば対応してほしかったなっていうところはあるんですけど、実際大事なのは結構音質とかだったりするので、後でねちょっと検証していきます。でもあと周辺機器ですね。今回紹介しているのはカメラと接続するためのレシーバーがね付属しているモデルなので、このレシーバーについても触れようと思います。レシーバーはこういう感じ、結構武骨ですよね。ディスプレイが備わっていて、こういうね 3D スティックが備わったレシーバーという感じです。でレシーバー側はね結構プラスチッキーな感じで、ここにねパワーボタンが備わっていて、で反対側を見るとオーディオインとオーディオアウト、あとUSB-C 充電とかですかね、そういうのが備わっています。でこれグイッと今ね折り曲げられている状態なんですけど、これをするとコールドシューの部分が出てきて、で付属品を見るとこんな感じでこのねオーディオケーブルが備わっているので、これで、カメラと接続して使う時はこういう風にねケーブルとレシーバーをここに装着して使うって感じですね。で結構ねこれ意外と思ったのが、ここ折りたためるじゃないですか。なので持ち運ぶ時はちょっとね面倒なんですけど、逆にしてこうやることで意外とコンパクトに持ち歩ける気がする。最初ここがこの状態だったら結構持ち歩く時邪魔だなと思ってたんですけど、実際ここ折り曲がるのでこの感じで持ち歩けるのであれば許容範囲かなっていうところですね。こんな感じ。カメラをレシーバーにつけて使う時はこんな感じですね。音量レベルと各種マイクがここに表示されて、ここからね細かいヘッドホンへの出力とかカメラのねどんぐらい音量を合わせるかとか、そういう設定が選べますね。ディスプレイ自体はね結構小さめで、よく見ないと見づらかったり操作性もすごいいいわけではないんですけど、こんな風にね、イコライザーとかノイズキャンセリングとか、あとはモードの選択とかですね、そういうのがこちらのレシーバーから選べるようになっています。トランスミッターはコンパクトなんですけど、レシーバー側はね DJI Mic 2の方が小さいかなっていう印象です。こうやって見ると。あとレシーバーとトランスミッターのケース用だと思うんですけど、充電ケーブルが2つタイプ C のものが備わっていて、でこれがこれ嬉しいわ。ウィンドジャマーがねちゃんと2個ついてきます。これはちょっと嬉しい。こんな感じの専用設計ですね。ピンマイク用とかそういうのではなくて、ちゃんとプラスチックの保護カバーがついている状態で、ウィンドジャマーがこんな感じでしっかりと備わる感じです。これはいいな。なんかこのサイズでウィンドジャマーついて収められるのすごいいいですね。こけしみたい。2個ついてるんで2個つけた状態で、これめっちゃいい。このウィンドジャマーみたいなのをつけた状態でパカッと、これすごくないです
ですか。これちゃんとこのねモフモフついた状態で収納できるの最高に熱いです。これはね結構外撮りとか Vlog 撮影には欠かせないものなので、これは熱いですね。じゃあ実際に iPhone と接続して使ってみようと思います。まずは電源を入れる感じですね。ここがおそらく電源ボタンなので、電源ボタンを入れるとこんな感じで、これ多分説明書見てないんで分かんないんですけど Bluetooth 接続モードだと思われます。これで調べるとそんなことない。これペアリングモードでしょ。こっから接続するんじゃないのかな。Bluetooth の設定画面じゃなくて手話のね専用のアプリがあるんですけど、そこからこう見つける感じですね。これだ、 MV Love。 これでおそらく自動的につながってる感じですかね。そうだ、ちゃんとつながってるわ。すげえ、このサイズすごいいいわ。今これオーディオ専用のアプリなんですけど、こんな感じでマイクゲインだったりプリセットとかでねスピーチモードとか歌唱モード、フラットモードみたいないくつかのねモードが選べるようになってます。でコンプレッサーとかフィルターとかイコライザーとかもねここでかけられますね。すごいこれ結構本格、当たり前なんですけどマイクのメーカーなんで当たり前なんですけど本格的です。ちょっとスピーチモードかな。普通になかなか良さげですねこれは。で今接続したんで、例えば違うアプリからでも使える。基本的に僕はこのブラックマジックカメラを使っているので、これで気軽に使えたら熱いですね。ちょっと今 iPhone のマイクになってるからオーディオを選べない識別でつながったでしょ。その後に例えば押すとちょっと今使ってみてるんですけど、ブラックマジックカメラの設定からオーディオでこのねマイクを選ぶことはできなさそうですね。これちょっと致命的かも。普段 Vlog 撮る時とかは基本このカメラを使っていて、DJI マイク2とかもねかなり接続が不安定で Vlog はもうこの組み合わせではちょっと厳しいなっていう感じだったんですけど、そもそもねこのマイクに関しても使えなそう。このね手話のムーブマイクを直接スマートフォンとペアリングして使えるのは純正の手話のアプリのみだそうです。もしスマートフォンの例えばブラックマジックカメラとかインスタライブとか、あとTikTok とかね純正カメラとかそういうねサードパーティー製アプリで使う場合はこういう感じのスタイルになってしまうので、ここはねちょっと一番の売りであるスマートフォンと接続して、自由に使えるみたいな謳い文句からは若干離れてしまうかなっていう感じがありますね。一番大事なのは音質っていうところで、いろいろなシーンで聴き比べてみようと思います。まずはトバログで一番使うこの YouTube スタイルですね。ちょっとテストしてみます。今は手話のムーブマイク2を使って喋っています。音の広がりとか音質、反響音とかはどんな感じですかね。音の収録に関してはカメラに直接こちらのレシーバーを装着して喋っています。今は DJI マイク2をカメラに装着して喋っています。音の反響の感じとか音質とかどんな感じですかね。ちなみに今はこの DJI のレシーバーを直接カメラに装着して喋っています。今はロードのワイヤレス GO2 をカメラに装着して喋っています。音の感じとか広がり方、反響音などどんな感じですかね。カメラとの接続はロードのねこのレシーバーを使って収録しています。今はソニーの FX3 のカメラの上にクリップオンタイプのねマイクを使って喋っています。音の広がり方とか音質、反響音とかはどんな感じでしょうか。今は僕が YouTube 動画を撮っているこの FX3 というカメラの内蔵マイクで喋っています。音の広がり方とか音質、反響音どんな感じですかね。今は手話のムーブマイク2を使って喋っています。音の広がりとか音質、反響音とかはどんな感じですかね。じゃあちょっとねイコライザーというか設定をいくつか変えて喋ってみようと思います。このマイクはいくつかモードが選べるんですけど、まずはねフラットですね。こんな感じの声質になります。フラット、こんな感じ。フラット35。今はモードをスピーチモードに切り替えて喋っています。
若干ねこれを変えることでこの下のハイパスモードとかイコライザーとかが自動で変わるようなイメージですね。音はどうでしょうか。フラットじゃない、スピーチモードフラット35。はい、続いてシンギングモードがありますね。トバログはねさすがに歌うとかはできないんですけど、音の比較としてはどんな感じですかね。こんな感じでモードでねこうイコライザーとかコンプレッサーの感じが変わるっていうイメージですかね。こういう感じの声になります。はい、今はねよくある Vlog のシーンで屋外で、自然にね収録しているっていう感じです。今はね手話のこのムーブマイクをつけて喋っています。結構ね車が通っていたり、あと今日結構風強いんですけど、どんな感じで音に反映されているのか結構ね気になるところですね。はい、今は DJI マイク2を使って収録しています。音の感じとかどんな感じですかね。風がね強いんですけど、割とそれなりにね、こういう風には強いイメージなので、この辺どういう風に処理されているのかが気になります。ムーブマイクと比べてどんな感じですかね。はい、今は Vlog スタイルで iPhone の内蔵マイクを使って喋っています。結構ね風が今日強いので iPhone の内蔵マイクだと風の音とか、周辺の環境音とか気になるんじゃないかなっていう感じなんですけど、実際ね音をムーブマイクと比べてどんな感じですかね。今はね手話のこのムーブマイクをつけて喋っています。結構ね車が通っていたり、あと今日結構風強いんですけど、どんな感じで音に反映されているのか結構ね気になるところですね。はい、今ねちょっと Vlog 環境としてはめちゃくちゃ劣悪な環境で動画を撮っています。風もものすごく強いし、波もめっちゃ荒れてますね。この環境でノイズキャンセリングとかをしてない状態なんですけど、こんな感じです。一応クッションはついているんですけども、ウィンド邪魔ってほどではないので、音の軽減どのぐらいあるか気になります。今は DJI マイクで収録しています。音の感じどうですかね。めっちゃ風強くてやばい。さすがにバレなさそう、音が。今は音声収録を内蔵マイクで行っています。本当にね風が強いので、多分内蔵マイクだと Vlog もはい、今ねちょっと Vlog 環境としてはめちゃくちゃ劣悪な環境で動画を撮っています。風もものすごく強いし、波もめっちゃ荒れてますね。はい、今はねちょっとノイズキャンセリングをオンにして収録してみています。どうですかね、音の違いあるかな。さっきノイキャンオフだったんですけど、今はねどんな感じですかね。めっちゃ風強いんだけど。はい、今ねちょっと Vlog 環境としてはめちゃくちゃ劣悪な環境で動画を撮っています。風もものすごく強いし、波もめっちゃ荒れてますね。はい、今はね DJI マイク2のノイズキャンセリングをオンにして喋っています。ちなみにねレシーバーを iPhone に装着しないとノイズキャンセリングが効かないので、今はねレシーバーをつなげて喋っているって感じですね。はい、今はねちょっとノイズキャンセリングをオンにして収録してみています。どうですかね、音の違いあるかな。はい、続いてノイズキャンセリングテスト。今ね車に乗りながら喋ってるんですけども、こういう車の中って結構エンジンの音とかクーラーの音とか割と聞こえるんですよね。なので、その環境でノイズキャンセルどのぐらいできるのかテストしています。今はノイズキャンセリングがオフの状態で喋っています。どんな感じですかね、声の感じとかどういう感じで聞こえてますでしょうか。はい、今はノイズキャンセリングをオンにして喋っています。車の中結構ねエンジン音とか排気の音とかそういうのが結構聞こえると思うんですけど、ノイズキャンセリングをオンにするとどんな感じでしょうか。普通に喋れてますかね。結構どういう感じでキャンセリングされるのかが気になっています。今はノイズキャンセリングがオフの状態で喋っています。はい、今はノイズキャンセリングをオンにして喋っています。ムーブマイクを使ってどのぐらいの距離音が伝送できるのかをちょっと確かめてみたいと思います。今がだいたい 1.5 メートルぐらいですね。ちょっとずつ離れていきます。今が3メートルぐらいだと思います。全然問題ないですね。この辺で5メートルぐらいかな。このぐらいでも多分大丈夫だと思います。風強いけど。今10メートルぐらいですね。 Bluetooth で直接スマートフォンと接続してるとちょっと気になるところです。
はい、この辺で多分ね20メートルとかそのぐらいだと思います。まあ結構見通しがいい場所なんで多分ね通信問題ないかなってところですかね。まあ、この辺で多分50メートルとかだと思います。まあ、50メートルとかになると結構ねしんどいんじゃないかなと思ってるんですけど、どうでしょうか。感じなんですけどね、とかその辺どうですかね。だいぶ時間が夕方になってきたので人が増えてきたところですね。なんか晴れてて綺麗だわ。風強い。急にめっちゃ雨降ってきたんですけど、この環境でもねこのマイク自体は防水だし iPhone も防水なので自分だけ濡れるのがしんどいっていう感じですね。うわ風強っ。スマートフォンの接続でいうと結構ね iPhone の話ばっかりしちゃってるんですけど、実はね、Galaxy Z Flip 5との相性めちゃくちゃいい気がします。Android でもね同じく純正のアプリでしか駆動してくれないんですけど、逆にねちゃんとこの閉じた状態から動画を撮れるモードにするとこれとこれだけで持ち歩けるんですよね。この Vlog スタイルめちゃくちゃ良くないですか。この感じちょっと撮ってみます。これではい今こんな感じで動画を撮ってます。これで撮れるのめちゃくちゃ良くないですか。なんかすごいね今川のところにいるんですけど、こういう風にねちゃんと動画が撮れて音も綺麗に収録できてるんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。で胸元はねどうなっているかっていうとこんな感じですね。これで動画が気軽に収録できるという感じです。抜け感が最高。はい、こんな感じで Vlog をね撮ってみたんですけど、今はだいぶ風が落ち着いてる場所ですね。こういう普通にね、自然な風が流れていて、ちょっとした声が入るような場所とかであれば全然問題なくすごい綺麗な音で撮れるんじゃないかなと思います。じゃあ実際ねここからは家に帰ってこれでね収録した音とか、あとノイズキャンセリングの性能とかですよね、その辺結構気になるのでちょっと聞いていきたいと思います。はい、というわけで実際にねこの手話のムーブマイクを1週間ほど使ってみたので感想を紹介していこうと思います。今回はねせっかくこういうワイヤレスマイクなのでこのまとめの動画をこういうねロケーションで撮ってます。すごいもうあそこ全部マングローブの森なんですけども、ちょっと今ね嵐が来てて泥水なんですけど、ここはね結構最高のポイントですね、こういうのを撮るのに。というわけでまずねやっぱり使ってみて思ったのが音質がめちゃくちゃいいです。これは正直ね驚きましたね。実際にこうやって使ってる時は割とこういうねプラスチックの筐体だしマイクもこんなに小さいし、これでちゃんと音取れんのっていう風にねちょっと半信半疑だったんですけど、実際に編集してる時に音を聞いてみるとこれは結構良かったです。今までいろいろなワイヤレスマイク試してみたんですけど、個人的にはね一番いいなと思いました。なんていうかねこうコンデンサーマイクってあるじゃないですか。 YouTuber とかがこういう風にね近くで喋るマイク、あれに近いような音の性質をすごい感じましたね。これに関してはさすが手話というかマイクに関してね本当に音を追求して満を持して出したんだなっていう印象を受けました。最初このマイクが届いた時はデフォルトでプラス40デシベルっていう感じで、本当にねこうやってちょっと使うだけで音が割れてしまうっていう感じだったんですけど、この辺をねちゃんと細かくチューニングしていくと音割れも起きずに本当にね自分の声だけを拾ってくれる感じだったので、その辺の32ビットフロートじゃない煩わしさはあるんですけど、一度ね設定してしまえば本当に綺麗な音で声が収録できるので、この辺はかなり満足しています。であと音声収録に関してすごいいいなと思った点で言うと、この iPhone のアプリ、これね iPhone 単体でこのマイク2つねちゃんと Bluetooth 接続をして、それでねちゃんと両方の音声を収録してくれるので、例えばねとっさなインタビューとか、なんかこう声を綺麗な声で撮りたい対談とか、突然のポッドキャストとかね、もちろんね YouTube の動画インタビューとかもそうなんですけど、そういう声がねきちんと iPhone 一つで2つのマイクが使えるっていう点がめちゃくちゃいいなと思いましたね。最近だとこういうインタビューとか対談の音声を AI チャット GPT みた
たいなのを使って、文字起こしするっていう人も結構ね増えてきてはいると思うんですけど、その元音声がしっかり取れていないとちゃんとね、認識してくれなかったりするので、そういうシーンとかでかなりね向いてるなと思いました。音質に関してはねめちゃくちゃいいんですけど、個人的にここちょっと残念だなって思ったのは、動画の中でも紹介していたと思うんですけど、このね手話の純正アプリでしか音声とかビデオ収録できないっていうところですね。ムーブマイクの目玉機能として、これ単体でスマートフォンとね Bluetooth 接続すれば音声もね動画も収録できるっていうのがねすごいポイントなんですけども、一方でねこの純正アプリしか使えないと、例えばインスタライブとか TikTok、 あとは翻訳アプリとか AI アプリとか、そういう他のねサードパーティーアプリがそのまま使えないっていうのは結構ね、難ありかなと思いましたね。この辺はね Amazon とかでも、例えばこのマイクを使う時はこの手話の純正アプリを推奨しますっていう言い方をしてるんですけど、実際ねもう他のアプリとかを使おうとするとマイクの接続が切れてしまって全く使えない状態になってしまうので、この辺はねユーザーとしてはアップデートで対応してほしいかなと思っています。現状はね、これの他にスマートフォンに直接ねレシーバーとかでかいのを接続して使わなきゃいけないので、そういう意味だとせっかく本体が小さいのに本末転倒かなとは思いますね。で実際ねなんでこんな仕様なのかっていうのをね一応手話の人に聞いてみたんですけど、実はねこれ単体の Bluetooth でただ接続しているのではなくて、アプリ側の設定とかそういうね制御とかでちゃんとねこの途切れにくさとか安定性っていうのを担保してるらしいんですね。で実際にこうテストしてみた時も、DJI マイク2とかだとちょっとね音が途切れ途切れに聞こえてたところも、ちゃんとねムーブマイクだと全く問題なく綺麗にクリアに聞こえていたので、その辺でなるほどな、そういうところで違いが出てくるのねっていうね、実際に使ってみると分かるところはあるんですけど、使用だけで見ると別のアプリを使いたくて購入した人とかはちょっとね気になるところかもしれないです。この辺はねちゃんと音の途切れにくさとか安定性、音質を重視した、手話らしいといえば手話らしいんですけど、そういうね仕様となってますね。実際純正アプリで動画を撮る時だったら iPhone をね例えば消してしばらくこれ電源つけたまま持ち歩いてこんな風にしてて、ここで Vlog 撮りたいと思ってすぐねアプリ起動したらそのままずっとつながりっぱなしでいてくれるっていうのがやっぱ Vlog 的にはね嬉しいですね。ぜひこの辺はサードパーティーアプリか、もしくはね手話の純正アプリの方で Apple プロレゾとかログ収録ができるようにしてほしいなと切に願っています。はい、という感じで今回はねこの手話のムーブマイクについていいなと思うところと、ちょっとここ残念だなっていうところをいろいろと紹介してみました。皆さんがね、購入する時の手助けになれば幸いです。というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。この動画気に入ってくれた方はぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。コメントもぜひお待ちしてます。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。